どうもー、ベルです。今回は、ドゥームステイの初等レイドが終了したので、振り返りをやっていこうかなと思います。今回の初等レイド、皆さんはどうでしたか？私個人としては、結構楽しかったんですけど、いやもうちょっとこれ、初等だと、これもう個人技というか、一つの同盟の力じゃ、もう限界ありますね。本当にこのゲーム、各個人の、戦力だったり、同盟戦力ほど、もう参考にならないものはないと、もう本当に痛感する初頭でした。私個人の振り返りは、どうでもいいので置いておいて、世界最上位タイの、結果を、見ていこうと思うんですけども、まずは、過去一の、激闘だった、G1 から見ていきましょう。結論から申し上げますと、SSI が勝利しました。で、今回の G1 は、ROK 対、ブーン SSI 連合の、ドリームチームという、形だったんですけど、もうついに ROK が敗れましたね。もう本当にめちゃめちゃ激戦で、もう常に戦ってるみたいな、状態だったんですけど、あとあれですね。世界の今回の、キルランキングを見ると、今回本当に恐ろしいことに、なってるんですけども、これ個人の方ですね、特に。40億ってどういうことですか？そもそも30億とかもおかしいんですけど、20億もおかしいんですよ。10億超えてるのがそもそもおかしいんですよ、前提として。今まで40億ってありました？僕見たことないんですけど、いつもなんか世界1位がだいたい20億ちょいくらいかなっていう印象だったんですけど、今回もう1位が40億で、2位が30億っていう、もうこれ意味わからんですね。で、これ、G1 の戦いとしては SSI が勝ったんですけど、同盟のキルポイントとしては、これ ROK がめちゃめちゃ上回ってるんですよ。これ本当に恐ろしいですよね。本当今回、SSI 分連合が、勝利しても、単独として世界最強なのは、やはり ROK なのかなと思います。ただ、そんな世界最強相手でも、モサが連合を組めば対抗できるというのは、完全な一強状態じゃないので、勢力バランスとしては、かなりいい具合になっているのかなと思います。次回の G1、どういうマッチングになるかわかんないんですけども、本当に楽しみですね。では次に、G2 なんですけども、ここは、DHX 対 HNB ですね。かなり拮抗してる、この2つのチームなんですけども、結果は DHX の勝利でした。で、ここも本当にキル数やばいですね。今回DHX が196億で、HNB が178億なんですけど、もう、やばすぎませんこれ。ちょっと言葉出てこないレベルなんですけど、今回、トップ4と、5位以下との差が、とんでもないことになってて、やっぱり本当に、ここでトップに来るチームっていうのは、もう個人の強さもそうですけど、みんな戦って、しかもそれを戦い続けるんで、本当に恐ろしいことをこの上ないなと思ってます。で、G2 の話に戻すんですけど、この2つのチームが戦って、勝敗が決まったことで、今の世界4強の現在の強さの序列が、確定したのかなと思ってます。今、ナンバーワンが、ROK で、2番手が DHX。で、ナンバー3が HNB。で、ナンバー4がブーン。そしてその次に、SSI がつけてるのが、今の現状なのかなと思います。ただ、それって、あくまで今の序列で、3ヶ月、半年、1年後、どうなってるか全く読めないですし、6番手、7番手、8番手も、しっかり今どんどん出てきてるので、もうかなり楽しみなのかなと思ってます。
で、次に、G3 なんですけども、ここはもう超群雄割拠で、もう全軍団、もう強いチームがいて、BOD、ライオン、ラス、エビル。この4チームですね。で、フェーズ1は、BOD と、ラスが取っていって、派閥分けが、ウェストウッド派閥が、ゴールドとアジュール。そして、イースト派閥が、ラスとエビルですね。でもほんと正直、このチームって、ほぼ、この4チームって、ほぼ戦力が同じくらいで、強いて言うんだったら、ラスト BOD が頭一つ抜けてるんですけど、で、今回、ラスのジェイドに、アビスもいるんですよ。で、ここもちゃんと強いチームなので、そのあたりの影響もあって、最終的に、イースト派閥の、ラストエビルの方が、勝利を掴んだのかなと思います。で、あとはやっぱり、ラス強いです。トップが強くて、長時間戦えて、本来だったら、もう同盟の中心になれるようなプレイヤーが、もうゴロゴロ揃ってるので、あと、今回、BOD 負けてしまったんですけど、めちゃめちゃ強いです。というか、昔より強くなりすぎなので、XE メンバーはもう痛いほど知ってる方が多いと思うんですけど、この BOD って、もともとは、ベノムと、コングという、二人の強いプレイヤーが、コアになってるチームで、私はもうしっかり、ボコボコにされてるんですけど、なんか、中心となってるメンバー増えてるんですよね。この4億8000万のパーツフル缶の人だったり、2億クラスがめっちゃ増えてるんですよ。前もそこそこいたんですけど、にしても増えてるんですよ。ほんと、正直恐ろしいことこの上ないですね。ラスもそうなんですけど、間違いなく、世界トップ10に入ってくるチームで、もう今後、現在の4強を、脅かす存在に、着々となってきてるので、もう今後の展開が非常に楽しみだなと思ってます。で、次に、G4 なんですけど、G4 については、まさかの派閥分けですね、これ。てっきり、ゴールドとアジュール、そして、ジェイドとクリムゾンに、なると思ってたんですけど、そうはならずに。正直、ブーンの主力が、今回 SSI に移籍してたこともあって、BTW が、もうだいぶ、戦力として、抜けてたんですけど、軍団として、3番手のアジュールが BTW 側ついたんですよ。もうそうなっちゃったら、まあ無理ですね。で、アジュールが、NWO ですね。ここが、ブーンと同盟なので、ブーンとの義理を優先すると僕は思ってたんですけど、これまあ、私見落としてたんですけど、ここ、アジュールに、HNB の、セカンドクランがあるんですよ。で、HNB と、BTW、同盟なので、そのあたりの都合もあって、アジュールは勝てる方についたのかなと思ってます。で以上で、世界最上位隊の、解説は以上になるんですけども、今回のマッチアップ、かなり面白かったですね。G1 とか、本当スカベンジャーの取り合いとかで、もう本当に常にとんでもない参戦数で、もう大激闘だったんですよね。もういつ見ても大激戦で、もう非常に観戦のしがいがあったのかなと思います。であとは、最近の運営さんからのお知らせで、クロスサーバーの戦闘イベントが、イベントに変更が加わるようです。今までだと、2週間に1回の闇の封鎖と、4週間に1回の初等レイドだったのが、2週間に1回の初等レイドと、2週間に1回のアイランドレイドに変更されるようになりました。
で、これ、戦う機会が増えるのは本当にいいんですけど、これ、資源きつくないですか？毎月、もう何十万、何百万使ってる人でも、きつくなる人がかなり多いのかなと思ってます。T6 でもうバンバン戦ってれば、何百 M と資源あっても、1日持たないので。あともう加速は、もう私は諦めて、万能加速で治療しちゃってるんですけど、せめて、治療の消費ダウンを行える、シェルタースキンの実装だったり、治療加速のばらまきを、本当に心より運営さんお待ちしてます。ただ毎回全力疾走とはいかなくても、バンバン暴れていこうと思ってますので、持ってますし、戦うのはもう大好きなので、非常に楽しみですね。で、あと、正直、割に合わなかった、報酬も、改善されるようなので、今後の Doomsday に、期待が高まっているのかなと思いますというところで、今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。バイバーイ。